はい。それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。どうぞよろしくお願いします。CM が今入ってると思うんです。また、今日というか、ちょっと家庭教師の方が、どうも、しめじいさんよろしくお願いします。ありがとうございます。家庭教師の方が、ちょっと8時からの時間がお休みになりまして、というかちょっとね、やっぱり最近コロナの第8波ですかね、が、来ているかなと。ちらちらと周りの方々でも、その疑いがあったり。お花さんよろしくお願いします。皆さんどうですか？周りの方とかでそろそろまたちょっとコロナが出てたりとかしてますかね？うん。で、ちょっとその学校とかでそういう疑いがあるっていうことで、お休みされたので、僕的には、土曜日いつもサウナに行けなくって仕事がカツカツ、朝から晩までカツカツで入ってて、この YouTube があったりするので、土曜日だけはね、入れなかったんですけど、今日、そういう時間ができたもんですから、久々土曜日、また、サウナ行って、リフレッシュして、YouTube やるようになりました。で、今地図出してるんですけど、23日の祝日の日多分。シメディ、おとといのクイズ。はいはい。自分の回答を、始めと終わりに着目すればいけそうな気がする。発言の前後に2回送信していましたが、アーカイブ見たら送信されていなかったことにな。そうなんですね。ありがとうございます。そうですね。なんて言ったらいいんでしょう。あれは大丈夫でしたよ。音声が2回あったんですかね。ちょっと僕もわかんないですけど、1回で大丈夫だったと思います。はい。さすがディレクターですね。で、なんだっけ。この、23日の祝日が、多分テスト前で生徒が言ってこなければ、昼間空いてるので、三重の方から、ちょっとこの滋賀の23日の紅葉が見れるんじゃないかな。この間11月3日、僕は土曜日曜が仕事が入ってるので、昼間とか夕方までお休みになるっていうのが祝日ぐらいしか、年末年始はありますけど、ないので、ちょっと行こうかなと思ってます。前は11月3日の文化の日は岐阜とかこの長野のあたりの紅葉を見てきたんですけども、で、このね、去年もね、フラッと行った気がするんですけど、この、湯の山温泉のあたりとか、あと、306号、国道306、いなべ市っていうとこがあって、三重県の。ここからちょっと上がっていって、この306号も確か紅葉がこの時期綺麗だった気がするんですね。これ、お風呂、お風呂のヤフー地図が、温泉が載ってるんで、やっぱりもうドライブとサウナのあるところを探して、行きたいなーなんて思ってます。306号線か、421号線か、どっちかだと思うんですけど、ここぐるっと回ってこようかなって思いますね。で、そうですね。七種のゴンベイさんがいたら京都のこと聞きたいなと思ったんですけど、今日ちょっと来てないんで。ごめんなさい。篠宮さんお疲れ様です。お願いします。あれ、音が聞こえなくなりましたね。何気に。ちょっと、あれですね。リロードしますね。これあれなんですよ。お化けくんっていうか読み上げくんがリロードしないと出ないことがあるので、これ多分音出ると思うんです。だいぶ慣れてきましたね。そう。関西の11月下旬が見頃のとこってことで、ちょっといろいろ滋賀県の方とかね、紅葉見たいなと思って、
いろいろ見てるんですけど、やっぱり、滋賀県とかのあたりはまだ見れるところもありそうな、あったかい地域じゃないですけど、見れそうなので、ね、ここら辺、これですね、ここの、メタセコキア並木。これインスタグラムでよう出ますね、ここ。見に行けるかな？高島。滋賀県の高島ですね。琵琶湖のほとりですよね。はい。最近ちょっとね、実はインスタグラムをね、またちょっとね、見たり、始めたりしてます。まあ、トレーダーのことはなかなかね、こう書いても見てくれないので、まあカメラが僕好きだったので、またこういうのをね、いろいろ上げて、見たいなーなんて思ってます。はい。そうそう。またもう一個ごめんなさいね。自分の話で。年末、前も話したと思うんですけど、12月の30日か31日、ちょっと仕事がまだ30日仕事があるかもしれないんですが、この九州の36不動霊場の方行こうと思ってて、で、東雲さんも年末年始帰りますよね、きっと。ただ僕ね、この、36不動霊場の1番から行くと、大分県ばっかなんですよ。1番からね、36番まで。多分ね、年末年始九州ね、回っても、大分県が1番からね、10番までなんですね。なんで多分もう大分で終わっちゃうかなと、今年っていうか年末年始ね、考えてました。で、まあ、大分といえば、多分温泉がすごいと思うんですけど、これちょっと大分の地図ですね。はい。別府温泉とかあるじゃないですか。ね。いっぱいここあるじゃないですか。だからもう、ちょっと楽しみっていうか、はい。で、ちょっと見ると、最近僕、あれなんですけど、この大分の温泉が24時間営業もあるんですね。年末年始24時間営業やってるかわかんないですけど、すごいですね。愛知でももう今24時間営業で温泉やってるとこってないですけどね。なんですごく、まあ見てる感じ、この、大分県の山並み、スーパー銭湯かな？サウナもいいけどって書いた24時間営業とか、こういくつかあるんですよね。はい。ふらっと行くには、そうなんですか。いっぱい、音鳴ってないですね、これ。東雲さんごめんなさいね。今見えたからいいけど、どうしてだろう。ちょっとごめんなさいね。これテスト入れますね。テスト。オンライン家庭教師泥兼業トレーダー戦略24テスト。なんでだろう。なんで東雲さんのやつだけ音が鳴らないんだろう。すいません、今ちょっとテストしました。うん、そうそう。そうなんですね。それ東雲さんごめんなさいね。大分がいっぱいあるのか、九州が割と24時間があるんです。愛知ってなくないですね。まあ、僕が言っているトヨタの、龍泉寺の湯は夜中3時までやってるので、この後とか行ってもまだ、学生たちと戯れて、サウナ入ってるんですけど、3時までだまあ、いいんですけどね。遅いので僕も、あれなんですけどね。まあ、そういうことで、このね。で、これなんですけど、大分で、皆さん知ってました？僕ね、全然知らなくて、この、地図見ていただくとわかるんですけど、愛媛の、この松山からずーっとこう国道のね、この197号線っていうところでこう行くと、この、なんていうの？八幡浜っていうところからもっと先のこの伊宝町っていうところのこの、ここからフェリーが出てるらしいんですよね。で、フェリーで、ここから70分で行けるらしいですね。この、はい。見てショートカットですよね、これ。はい。で、こう、ここか、これ。こ
国道94フェリーっていうらしいですね。この、見えます皆さん。三崎っていうところから、この佐賀関っていうところ、九州大分の佐賀関っていうところ。伊方原発のあるところ。ああ、そうなんだ。あ、有名ですね。原発が、有名ですね、ここ。そうなんですね。ここからね、花さんよく知ってますね。ここフェリーが出てって70分で行けるらしいんですよ。だから、もう年末年始もし、東雲、その船乗ったことあります。へえ、さすがですね。そうなんですね。これで行くとね、早いなと思って、今回、お金はかかるけど、ちょっとフェリーの料金見たら、多分ね、僕プリウスなので、5メートル未満だと8860円なんですね。うん。もしかすると、行きは、九州まで、博多まで回って、大分で回ってもいいけど、帰りを、フェリーで乗って帰ってもいいかなと思ったりとか、なんかちょっと考えていこうかなと思いますね。はい。うん。1万円ぐらいかかるのかな？うん。はい。8800円が、これ車の運賃なので、人も入れると1万円ぐらいするかもしれないですよね。うん。はい。ということで、年末年始また、なんかちょっと YouTube がね、どうしてもね、ライブ切れちゃうんすよ。毎回言いますけど。なので、多分また、TikTok の方の URL をまた、なんて言うんですか？ブログの方っていうかで、多分、こう、通知出すと思いますので、よかったら、また適当にこう、TikTok だったら何回切れてもね、適当に見れると思いますので、そういう様子をね、また年末年始やりたいかなと思ってます。はい。眠い時にはね、多分オーディブル流すかなと思うんですけど。はい。そんな感じです。ちょっとここら辺まだ計画をしてて、多分もう年末年始は大分の旅になるかなと思います。ね、もう、毎度言いますけど、長期休みはどっか。多分、もう夏は東北、はい。冬は暖かいところと九州か中国地方とか、そんな風な旅ができればなぁなんて思ってます。はい。それではですね、今日なんですけど、ちょっとごめんなさいね。今日の特集は、はい、皆さん大好きかわかんないですけど、固定費のことについて、お話をしていこうかなと思います。このお金大全の100、前回ちょっとやれなかったスゴロクがすごい失敗しちゃったっていうか、なんか僕ほら、テロップが下に流れてるじゃないですか。あれで、スゴロク見てたら、全然、見えなかったですね、下の方が。失敗し、ほんとすいませんでした。で、今日はこの電気料金とか、この固定費、携帯代とか、皆さんと一緒にちょっと身近なことで、お金の削減というかね、固定費を削減する方法ということで、お話ししていきたいなと思います。もちろんちょっと、テクニカルのね、パフォーマンスもいろいろちょっと話していきたいなと思います。ベトナムのこととかもありますんでね。はい。それではですね、金曜日の相場の方からいろいろお話をしていこうかなと思います。ちょっと待ってくださいね。これ、最近、調子に乗ってるというか、これですね。はい。それでは、金曜日の終値から FX からちょっと話を進めます。ドル円ですけども、140.3 ということで、引けましたね。為替介入はなかったですけど、円の方よりもドルが高くなったりとか、ドルの影響が大きかった、と思われます。
ユーロ円の方が 144.9 ということで、金曜日はそこまで、ボラが高くなかったですね、FX は。はい。そんな形でありました。次、日経の終値見ます。日経は、金曜日はおとなしかったですね。28,000、ちょっと手前で引けました。はい。CFD も変わっておりません。はい。日本は今そんなになんか経済の動きがないですね。もう政治のこととかでね、統一教会とか、もうそんな話ばっかっていうか、なかなかこう、経済の話が進まないっていうか、政治の話ばっかって感じですよね、今。うん。はい。それからアメリカ行きましょう。アメリカも珍しくですね、金曜日そこまで動きがなかった。久々ナスダックも、動きが安定してましたね。ナスダック100なんか、ちょうど 0.00% ですよ。珍しい。先物はね、上がったり下がったりしてました。はい。動きはちょっとありましたね。ダウも、SP500 も、ナスダックもありました。2年債の方が 4.5 でちょっと戻しました。はい。10年債が 3.833 ということですね。でもビックスはちょっと落ち着いて、やっと22まで来ました。はい。そんな感じです。世界の動き見ましょう。中国が最近おとなしいですね。0.5 低い位置でずっとおとなしいです。香港もおとなしかったです。金曜日世界的にすごいおとなしかったですね。はい。動きが。はい。インドもこんな感じ。ベトナムがですね、ちょっとこうゴーンと来たので、おやおやと思ったんですけど、戻しましたね、金曜日。はい。僕前も話しましたけど、今週の火曜日か。下がったところでベトナムをかなり買いました。はい。底値かなと思ってちょっと買ってホールドしています。長く見ていきたいなと思ってます。インドとベトナム。あと、今日ちょっと紹介しなかったんですけど、今日世界の ETF 見ていきたいと思うんですけども、この、トルコの動きもちょっと注目ですね。はい。南アフリカもちょっと注目するところはあるなと思います。注目っていうか、だいぶ戻してきましたね。世界的に ETF が、ちょっと戻してる形状ありますのでね。今日そんなとこも見ていきたいなと思います。金曜日のヨーロッパもあんまり変わらないですけど、ドイツ 1.16、14,400。だいぶ戻してきましたよね。気がつきゃ 14,400 まで来ました。ユーロも 3,900 ということで、4,000に近くなってきました。いや、戻してきましたよ。ひたひたと。本当にこのユーロとドイツって、ひたひたと、しれっと戻してきてますよね。っていうか、世界的に今、ちょっとずつ、戻してきてる部分はありますね。はい。はい。後で詳しく見ていきたいと思います。コモディティ行きましょう。金曜日ですね。ゴールドが1750。戻してきた感じですね。これも。はい。シルバーも同様。ただ、パラジウムがすごい落ちていました。はい。それから、原油ですけども、ニューヨーク原油、ブレンド、これ北海原油ですね。ともに、落としましたね。はい。80、ニューヨーク原油80まで落としました。はい。天然ガスも、木曜日、水曜日すごかったですけど、今、おとなしいです。6.3 ですね。はい。それから、コモディティは金曜日は上がっていましたが、まだまだ、はい。レンジ。下落トレンドなんだけど、ちょっとずつ今、レンジ
相場みたいな形で値動きが鈍いですね。これもちょっと週足見ましょうかね。せっかくなので。今日ちょっと週足いろいろ見ていきたいなと思います。はい。そんな感じです。最後、仮想通貨見てきます。仮想通貨動きが、FTX の破綻からずっと低迷してます。なかなかいい材料がないです。もうちょっとやっぱりもうビビってるところみんなあると思いますね、今。はい。他のとこも破綻するんじゃないかっていうことでね。はい。低い位置でずっと低迷している状態であります。全体的に。はい。そんな感じです。それではですね、先に金曜日の SP500、ヒートマップ見ましょう。SP500 のヒートマップですが、やっぱおとなしい動きでした。が、やっぱり気になるのがテスラが最近ずっと下がってますね。今週1週間も後で見ますけど、テスラがずっと下がってます。ツイッターの影響あるのかな？金曜日で一応目立ったのがヘルスケアがちょっと戻しました。ユナイティッドヘルスが 2.85 ですね。はい。あと、ウォルマートもちょっといいですね。1.51 でした。あんまり、動きはなかったかなと思います。はい。世界の方を見てみましょう。金曜日。金曜日の世界の動きで目立ったのは中国が、あれなんでこんな、ちょっと待ってくださいね。こんなに落としてる？これ、リピートしていいですか？そうですね。上海50はそんなに落としてなかったんですけど、ハイテクは落としてましたね。あれちょっとおかしいな、これ。アリババがマイナス 4.49 も下がってる。でも、上昇トレンドになってる。ジンドンも 2.52。バイドゥも 3.63 マイナス。あれ、ハイテクが金曜日結構落としてますね。はい。という状態でした。ちょっとチャートを見たいですね、これは。はい。あと目立った世界の金曜日の動きはそんなにないですね。はい。そうですね。そんなにないですね。ヨーロッパもそんなに上がったり下がったりです。中国だけがちょっと目立って赤いですね。日本も変わらないです。はい。ということで、1週間のパフォーマンス SP500 のちょっと見ますね。はい。やっぱテスラとアマゾンが低いのが目立ちましたね。テスラが 8.5%、8% ですね。アマゾンが 6.6。NVIDIA が 5.6。逆にウォルマートが今週良かったですね。これ決算ありましたよね、きっと。ウォルマート見ていいですか？ウォルマートだけえらい上がってる。ウォルマート、あれウォルマートどこだっけ？あった。P&G 出しちゃった。ですね。そうですね。ウォルマートの決算良かったですね。ウォルマート、サプライズチェーンじゃないですけど、何が良かったんだろう、こんなに。次回、もう、あれですね。数字も売上も、利益もいいんですけど、次のガイダンスというか、予想もいいですね。素晴らしい決算だったですね。決算終わってから、火曜日に決算終わって、水曜日からまた上げてますね。ウォルマートいいチャートしてますね、日足でも。ブレイクしてここで下げていても、ここでポーンと出ますね。いやー、いいチャートですね。サラさんとかここら辺ウォルマート買ってないかな密かに、こういうの、好きそう。はい。でした。
じゃあ、ですね、今日は特別じゃないですけど、久しぶりに、世界の、ちょっと暑いな、これ。実はセラミックヒーターを入れてまして、買いました。したっていうか皆さんもうヒーター入れました？あれ消えたかな？すごいですね。最近のセラミックヒーター。ちょっと脱線していいですかまた。セラミックヒーター。ドンキホーテ。どれだ？ドンキホーテのセラミックヒーター。ないぞ。買ったやつ。出てくるかな？この情熱価格っていうやつなんですけど、出てこないですね。最近のセラミック、ここになんか YouTube で書いてあるわ。最近のセラミックヒーターすごいですね。はい。熱いです。で、今、人感セラミックヒーターって言って、電気代もそこそこで、あと加湿器もついてるんですよ。で、人感だからちょっと自分が外れたらもう消えたりとか、ついたりするんですね。はい。すごい暑いです。今、汗かいてきました。すいません、独り言。はい。しました、今。はい。それじゃあちょっとすいません。パフォーマンスの方見ていきたいと思います。まずですね、ナスダックから見ていきましょう。週足ナスダック見ましょう。久しぶりですね。こんな感じでどうですか？週足ナスダックですね。一番わかりやすいのはこう見てもらうと週足なので、このあたりっていうのは3ヶ月間の週足になります。あと、売買高も見えますかね？見てくださいね。ナスダックは、ここ、10月の10日の週から、ちょっと戻してきてます。もしかしたらこれね、週足でダブル、ボトムになってくれるといいなと、ここからね、年末にかけて、そんな動きをしています。はい。次、SP500。SP500 の方がもっとわかりやすいですね。週足ですね。ダブルボトムをしてきてるような動きをしています。ここで下げ止まって、ここ、3800っていうところをサポートしてくれれば、トレンドもね、転換して、本当のトレンド転換ここですね。週足で言うと4300ですね。これを上抜けたらおめでとうございますですけど、まだまだ先かもしれません。はい。4300。現在、いつも言ってるの4000のこのあたりうろうろしてもらいたいなと思ってますけどね。SP500 は。はい。これ、矢印ここ。これまた書きたいですよね、こうやって。週足のこれ。4300。ここですね。はい。それからダウジョーンズいきます。ダウの方はもう見てください。ダウの週足。これですか。邪魔だな。見えますか？ここ。34,000のこの、8月22日を、ここ、今ちょうど33,700で、もうちょっと上抜いてくると、大きい。ダウは。はい。ね。今、密かにみんなダウ銘柄いいんじゃないかと思ってるんじゃないですかね。はい。今年1年で言うと、指数で言うとダウがね、一番、安定してますね。はい。はい。じゃあ、ちょっと飛ばしますね。
久しぶりに。はい。ニューヨーク原油行きます。週足を見ましょう。エネルギーの週足をちょっと見ると、エネルギーはもう見ていただくとから90のあたりをずっと、このね、うろうろしてきて、一回ね、9月26日のところで77まで落としたんですけど、また90まで戻して、今、この、70、テクニカル上だとこの78、77を下抜けてくると面白い。65、ここですね。去年の冬の65っていうところ。ここ結構意識されていると思います。はい。ニューヨーク原油一回下げてまたね、冬場になってきて必要になってくると上がってくるかもしれませんけど、今とにかくこの、77、6あたりから90のレンジ相場が続いていると。レンジって言っても短期トレードでやってる全然レンジじゃないですけどね。ですね。篠梅さんは原油いじくってますか最近。だって振っちゃうけど。はい。こんな感じですね。まだトレンドが出てないです。原油は。はい。じゃあ、ゴールドいっちゃいますね。ゴールドは、週足で見ると、ずーっとこの1600台ずーっと低かったんですけど、仮想通貨の関係かわからないんですが、仮想通貨と反対に、ゴールドがこの11月の上旬でポーンと伸ばしました。この週足で黒いですけど、ここが。はい。で、8月の8日にあった1800っていうところに近づいてきて、戻してきてる状態です。まだ実は週足だとトレンド、この線がね、出てません。けど、これちょっと上抜いてくると、この一つね、上昇トレンドになるのかなという状態です。1800超えればね、という状態であります。あと、じゃあ、大豆見ましょう。これもソフトコモディティですけども、東雲、原油は12月5日から始まるロシアへの規制がどうなるかですね。なるほど。確かに。そうですね。天然ガスとかもそうですけど、一時期なんか国会かどっか通る通らないの話で、なんて言うんです？船を通すか通さないかで、また揉めたりとかもありましたよね。とにかくロシアがちょっとこう、ね、握っちゃってる部分があるので、そこで規制がかかったりすると需要と供給のバランスがまた変わりますもんね。はい。それで、こちらの、これが大豆ですけども、見ていただくと下落トレンドが続いていて、ここで今揉み合ってる状態です。はい。インフレに直接影響も関わってくるソフトコモディティですけども、今、ちょっと、週足で言うと、この、1420。ここをもう一回切ってくると、いいかなと思います。インフレ抑制というかね、とにかく物価がもう下がってこないと、ね、いけないので。コーンも見ましょう。はい。コーンも上昇していきましたが、また下がってきて、こんな感じですね。一回ちょっとトレンドが出ましたけど、10月10日。で、ここからちょっと落ち着いて下がってきました。はい。トウモロコシ。こちらの方も、ここまで下がってくる 5.77 まで来るかな。ちょっと今、揉み合ってるかもしれませんけども、トレンドがまだ出てませんので、この 6.2 か。このあたりを下抜けてきたら大きいですね。あとこれ小麦がなかったな。小麦見たかったですね。はい。そんな感じです。それでは、すいません。今日またテクニカルな話ばっかりですいません。久しぶりに、世界の ETF をちょっと紹介したいなと思います。はい。いきますね。
これチリです。はい。GMO クリック証券の、とこで使ってますので、この ETF は、iShares のエマージング SMCI マーケットの ETF を使っています。こう出てますよね。ちょっと英語見にくいかもしれませんけども。チリです。チリの週足はこんな感じです。はい。まあ、ブラジルと動き似てると思います。どうに行きますよ。次。インドネシアです。インドネシアもこうやって見ていただくと週足わかりますが、今年の7月からまた戻しました。で、落としたんですけど、まあそこまで落としていません。で、直近の最高値が、去年じゃねえわ。これ5月だ。5月は25だったので、インドネシアは別に悪くないです。はい。悪くないところに来てます。次。フィリピンです。フィリピンは実は、9月まで下落トレンドがずっと続いていました。はい。フィリピンはかなり悪かったです。はい。東南アジアでもフィリピンが一番悪かったんじゃないかな。で、今ちょっと戻してきた状態。でもまだまだ、トレンドがここで出てくるかどうかは、やはりちょっと厳しいですけど、この、27っていうここですね。はい。戻り高値のこの27を抜けてきたら、ちょっと変わってくるかもしれません、フィリピンは。まだちょっと落としてくる可能性、まだ移動平均線ね。この赤いところ、ちょっとタッチしたところです。はい。週足ですね。これが、オーストラリアです。オーストラリアも下落トレンド、これ見方としてはね、やっぱり戻り高値とかを見ていくと下落トレンドが続いていて、セルが出てますね、まだ。でも、ここ、直近の戻り高値、23っていうところから、今、近づこうとしています。この短期の移動平均線から上にいますので、この長期の点々点ってなってる移動平均線に今、ちょっと、なんていうのかな。押さえつけられている状態。ただ、これを上抜けてくると、ここをサポートにしていますので、来週、オーストラリアは、ちょっと上昇トレンドになる可能性を持ってます。はい。だけど、ちょこっとこういう、動きをしてますよね。この1ヶ月はずっと、陽線ですのでね。はい。カナダも見ていただくとわかるんですけど、陽線。で、直近高値の36というところを、まだちょっと遠いか。今34ですね。はい。だから、この直近高値を抜こうとしてる国が結構多いです、今。この1ヶ月見ると。ここはどうでしょう。スウェーデンですね。スウェーデンも見てください。この直近高値の34から、抜けようとしています。ただ、今週は赤でしたね。陰線が出てますね。32.6 ですもんね。はい。週足でやっぱりこの高値を上抜けるっていうことはトレンド転換としては十分にね、まあ長期っていうか、ちゃかちゃかこう、短期トレードよりね、もうちょっと長く持ちたいなっていう方はこれ見ていただくといいのかなと思います。来週あたり上抜けるといいですね。ヨーロッパね。イタリアも見ましょう。イタリアはぐんと抜きましたね。ここ。25、直近25から、先週、パコッと上抜きましたね。はい。次の点、でもただ、イタリアは、長く、1年間ぐらいずーっと下落下げていて、すごいですね。これ、長期のダブルボトムみたいになってますね。はい。イタリア面白いと思いますね。はい。
こでちょっと支えてくれると思いますので、25のあたりから。これ抜けてるとこもあります。次。ベルギーです。ベルギーはまだ直近高値 17.6 から抜けきれていません。まだここ 17.0 ですね。下落トレンドがまだ続いていると考えてください。短期移動平均線よりは上抜いてますけども、まだ長期、それからこの、戻り高値から下にいます。スイス、スイスか。スイスですね。スイスもまだ直近高値から44から下にいます。はい。そんな状態ですね。でももう来週再来週あたりってここ注目するといいと思いますね、本当に。はい。上抜けてくると上昇トレンドにトレンド転換しますのでね。週足のトレンド転換は大きいと思います。ちょっと飛ばしますね。多いので。台湾です。台湾はね、まあやっぱダメですね。台湾と韓国は多分まだダメだと思います。ダメっていうか、これ、今月は良かったんですけど、今月1ヶ月は。まだ、これでも、トレンド転換していませんよね。言ったように、この戻り高値の53というところをまだ上抜けてもいません。まだ下がってくる要素はあります。まあ、半導体銘柄なので、なかなかね、台湾セミコンダクター中心にね、強くなってこないと難しいとこはありますけど、多分この韓国も同じだと思います。韓国はね、久しく見てください。もうご存知かと思うんですけど、ずーっと中国と同じように2年間ぐらいずっと下落が続いてるので、だいぶ戻したんですけどね。この直近の高値62っていうところから、今58なので、韓国ももうちょっとかな。ただもう本当に長きにわたって下落が続いてるので、なかなかこう信じられないですよね、韓国は。難しい。はい。それでですね、もうちょっと、ここ行きますね。注目するのはこれです。トルコです。国ゼミさん、皆さんも、見てると思うんですけど、国ゼミさんもおすすめしてましたね、トルコ。ベトナムとトルコと中国って言ってたのかな。中国はね、まだまだ僕ちょっと、見立てするのはいいかもしれないですけど、新興国、ETF ね。ただ、なかなか、度胸がいるっていうか、まだ上昇トレンドになってるわけじゃないので、中国難しいかもしれないですけど、トルコはね、この週足のチャート見て明らかに強いですね。わかりますよね。もうこれ週足でこれ、抜けちゃってるんですよね。この24っていうとこも抜けてるし、ここの26も抜けちゃってるんですよ。はい。ETF でこれカップイズハンドルみたいになってますね。週足で。素晴らしいです。なんかいろいろ国ゼミさんの方で理由も話してるので、僕はテクニカル上でこれ見たかったので、世界の ETF でね、ここと、ベトナムかなって感じです。最後ベトナム見ますね。いや、これベトナムはちょっとギャンブルですよね。はい。だって、本当は買っちゃいけないじゃないですか。この長期で見たら。はい。僕はダメですね。このピンバーで買っちゃってるので、下がる要素もまだありますよね。ダメなトレーダーですね。はい。はい。ただ本当に好きなので買ってしまってるところあります。だって、下落トレンド皆さん真似しないでください。これね。はい。こんなんです。こんなので信じていいのかと。ただですね、信じられることはここ。売買高が、この2週も異常に高いんですよ。はい。
トレンド転換してるのではないかなという見方。まあ、冷やしで見ればわかりますけどね。これ冷やしです。この 11.8 を抜けたらもう、はい。おめでとうございますですね。という感じです。まあでも、トルコは注目していいなと思いました。はい。そんな感じです。ちょっと長くテクニカルやりましたね。それでは、ちょっと長くなりましたけど、クイズの方行きたいと思います。あれ？ちょっと待ってください。いろいろありすぎて。はい。22番ですね。もう3日間の値動きということで、株トレのクイズですね。買うならどれということで、売るならどれですね。じゃあ皆さんチャートの方を見てください。前回からローソク足の方のお話になっております。ちょっと読みますよ。ローソク足。F 社、G 社、H 社の3日間のローソク足を見てくださいと。はい。買うならどれ？売るならどれ？ですね。はい。今日は買うなら F か G か H か、売るなら F か G か H か、ということになります。はい。じゃあまずちょっとポイントの方を読んでいくので皆さん、分かったら答えてみてください。ローソク足から読み取れること。3社とも、終値を見ると3日間で1000円で変わりませんと。チャートラインを引くとどれも一緒です。全く動きのない、面白みのないチャートにしか見えません。1日の値動きの中にあるドラマや貴重な情報がラインチャートでは全くわかりません。一方、ローソク足では、ただのラインチャートでわからない強弱について情報がたっぷり詰まっていますと。パッと見ただけで相場の強弱が感じられるように作られている。優れたものです。ということが書いてあります。さあ、いかがでしょうか？今日はわかりますかね？ちなみに、これ陰線か陽線はいいですか？この黒いのが陽線ですね。で、この白いものが、ごめんなさい。こっちが黒い方が、陰線。で、こっちが陽線ですね。白い方が。それからこの H 社の方はピンバーですね。どっちもいってます。陽線も陰線もいってピンバーになってますね。さあ、どうでしょうか？今日わかりますでしょうか？寝ちゃったかなすいません。今日解説が長ったらしかったですかね。ちょっと。暑いな、しかし。セラミックヒーターすごいな。シメディ、買うなら G に1票。陽線の方ですね。この時間で俺全然関係ないですけど腹減ってきましたね。まずいな。お花 F 売り G 買いかな。F 売り G 買い。なるほど。しのめさんもしかして車運転中かな？で、なんかこう、喋ってとか、どっか行っちゃったかな？はい。いかがでしょうか？そろそろ、やりますかね。ちょっと、白目さんが行方不明かもしれませんので、答え言っちゃいますよ。いいですかね。はい。じゃあ行きまーす。ドン。買うなら G 社。売るなら F 社ですね。という風になっております。ちょっと、東雲、トイレ行ってました。すいません、全然いいです。
やっちゃいました。テクニカルやってた。ちょっと解説読みますね。買うなら G 社、売るなら F 社です。ちょっと見てください。G 社は大口の買い手が影ということが書いてあります。G 社には何が起こっているか考えてみましょう。朝方大きく下げて始まっています。実はね。下がったところでは買いが入り、少し値を戻して、終値ではきっちり1000円まで株価が戻っています。はい、戻ってます。そんなことがもう3日も続いています。G 社では特定多数の、小口投資家が売っているところで、大口投資家がコツコツと買い集めているように見えます。機関投資家は3日間続けて、1000円以下の計らいで大口買い注文を出していると思います。計らい注文とは、機関投資家がよく使う注文の出し方です。証券会社のセールストレーダーの裁量で、事前に取り決めた価格の範囲で一定株を買ってもらう注文法です。という風になっています。じゃあ、F 社の方いきますね。F 社はその逆です。特定多数の小口投資家が買ってる中、大口機関投資家が少しずつ売っている感じがします。売りたい株がまだかなり残っているのを悟られないように1000円以上の計らいで売っている感じです。ローソク足には注意点があります。ローソク足のシグナルはこれだけで 70% 以上当たる強いシグナルとは言えません。需要的に強そうか弱そうかを知るためには役立つので、ローソク足のシグナルと他のシグナルを合わせると投資判断の精度が高くなりますということで、難しいですけどね、そんなようなことみたいですね。はい。それではですね、今日2台やりたかったんですけど、ちょっとテクニカルをいろいろ解説やりすぎちゃって、今日1台で特集の方も進みたいと思います。今目線すいませんね。このローソク足のやつ。じゃあ行きますね。今日の特集の方進みます。はい。固定費のことですね。お金大全の、ちょっとこれ本出しますね。お金大全100の16番。東雲、大丈夫です。すいません。暑いなぁ。これマジでやっぱりサウナの影響大きいですね。ちょっと食べたり、ちょっと動いたりするだけで、もう汗が出るんですよ。はい。そうそう。ちょっとまた雑談になっちゃいますけど、今僕お金を使っている中で、もしかしたら食費より、サウナのお金の方が高くついてるかもしんない。っていうのは、1日今のサウナのお金1000円ぐらい使ってるんですよ。で、ほぼ毎日行ってて、で、ご飯の、今、飲み物代は麦茶、こうやってね、作っているので、お花さんとかもみんな行ってね、作ってると思うんですけど、そんなにお金かからなくなったんですね。米代行かなくなっちゃったので、コーヒー飲みに行かなくなっちゃったので、今だからコーヒー代がサウナ代に変わってしまって、1ヶ月で見ると、サウナ費が一番高いってする。だから3万円ぐらい、30日行ったら3万円じゃないですか。はい。なので、節約しているっていうか、確かにそのサウナのお金で節約、回数券買ったりとかしてるんですけど、やっぱ一回、結構するんですよね。5、600円で行くとこもあるんですけど、1000円近く行くとこもあるので、うん。なのでね、ちょっとね、エンゲル係数じゃないですけどね、固定費、サウナ固定費になるかわかんないですけど、他のところ今日お話しする固定費は安く済ましてるんですけど、結局サウナ費が一番かかってしまってるという話ですね、今。はい。じゃあ、
今日スマホ代。皆さんはこれどうです？スマホ代は今いくらぐらいかかってますか？ちょっと教えてくださいね。ちょっとこれ読んできますね。固定費の方ですね。はい。ちょっと読みます。ここ数年の家計で、最も上昇率の高いのは、通信費ですね、と。2021年に入って大手キャリアの格安プラン、アハも、それから、ほぼですね、これ。それから、LINE も、に続いてスタートしたことで、通信費も安くなりました。大手キャリア3社を、利用しているならば、格安プランに変えるだけで、月々、1万円かかっていたスマホ代も数千円削減できます。大手キャリアサービスを利用していて、ポイントを活かしていけば格安プランに先行するのがいいでしょう。ということですね。皆さんはこの中に入ってますか？格安のやつ。どうですか？アハモ、UQ モバイル、ほぼ、Y モバイル、LINE も、楽天モバイル。ちなみに僕は今この携帯なんですけど、中古の携帯で iPhone の、お花3000以下です。優秀です。優秀ですね。なんだっけ。前僕 UQ でした、これ。今これ携帯が iPhone の中古で、なんだっけ。ど忘れした。第3世代。なんてんだ、iPhone の、あれ？第3世代。なんで出てこなくなっちゃったんだろう。出てこなくなっちゃいました。いつも持ってたのに。で、これ確か楽天モバイルに変えた時にポイントが2万ポイントぐらいついたので、楽天モバイルで。で、2万ポイントで2万5千円ぐらいの中古を楽天ポイントで5千円にして買ったのかな？はい。で、楽天モバイルなので、SIM 変えて、だいたい今ね、2178円ですね。au で1万円くらいです。au ですね。はい。で、この楽天モバイルに SIM 変えちゃって、はい。SIM 変えするだけだったので、2100、これぐらいですね。はい。あと、デュアルSIMにしたので、楽天モバイルともう一個、シメディ、ガラホドコモ通話、メール用、1500円、月。安っ！シメジーさん、すごい。ガラホって何ですか？ガラ系ですか？1500円？めちゃめちゃ安いですね。僕もう一個、デュアルSIMっていうことで使い放題の。格安SIM、900円、月の2台持ちです。なるほど。すごいです。シメディ、ガラ系ですね。ガラ系で通話でやっといてもう一個。なるほどね。そういうやり方もあるんですね。っていうことは、そうですね。みんなだいたい3000円ぐらいでいけるのか。はい。そうですね。あれ忘れちゃった。なんだったっけ？これなんだっけ？今見ちゃってる。マイネオだ。思い出した。マイネオのプラン、楽天モバイルで安くしておいて、で、いつも1000円ぐらいで、LINE もで、使い放題プラン、パケットだけ使い放題プランで、だいたいトータル僕も3000円ぐらいですね。はい。で、モバイルっていうか、外でYouTube 見たりとかするので、多分、パケットが月に、外でも、40ギガぐらい使ってるんですよ。だから、
楽天モバイルだけでもいいんですけど、だいぶ最近楽天モバイルもアンテナが良くなりましたよね。はい。ライブするときにもできるので、はい。まあ、こんなようなプランを使っているということです。で、多分、50代ぐらいの方ぐらいからこれめんどくせえなと思って、もう SIM カードを変えるっていうのをしない方も増えてるみたいです。60代だともうね、やってる人は少ないかもしれないですね。だから50以上の方とかは、こういうの知ってもらえるだけでも全然違うと思いますよね。たまねえんだからみたいな感じでね。はい。はい。ということですね。じゃあ次行きますね。電気代。さあ、電気代です。皆さん電気代はどうですか？ちょっとこれ読んでいきますね。これ皆さんこれ見てくださいね。セット割のとこ。これ見えるかな？はい。電気代はどうやって減らせばいいということですね。電気は契約しているアンペアが大きいほど一度にたくさんの電気が使えますが、その分基本量も大きくなります。そうですよね。この冬場とかでも僕んち40アンペアにしたかな？はい。アンペアの基本が。20ぐらいでやってたら、飛んじゃうんですよね。ブレーカーが。だから、40に、ちょっと基本料金高かったですけど、40にしましたね。はい。ただし、無理に下げると、ブレーカーが落ちやすく書いてる、なる原因になるので、電化製品の利用状況も踏まえて、手続きしましょう。うん。また、2016年から電気自由化で、電気の購入先を自分で選べるようになっています。おすすめは、電気とガスを同じ会社から購入すること。会社によってはセット割が用意されています。ガス代、電気代が安くなるのはもちろん、ポイントも還元されますということですね。普段利用している電力量や電気を利用する時間などお得なプランも変わってくるので、見直しは、これサイトですね。電気家計簿やエネチャージなど、電気料金比較サイトを見てもらえばと思いますということです。僕は3年前に、このエネチャージを知っていて、関西の電力会社に会いました。どこだったかな？名前忘れちゃった。関西のね、太陽なんだったかな？なんか、いましたけど、ガス会社って、うちがね、ガスが、プロパンなんですよ、まだ。で、最近ね、このプロパンガス屋さんがちょっと、もう、大きい電気、なんていうのかな。プロパンガスじゃなくて、なんていうんです？普通のガス屋さんと吸収合併したのかな？なので、もしかするとこのガス屋さんがやる電気代も安いかもしれないですけど、まだ調べてないですけどね。はい。僕は関西の電力会社に、変えました。で、うちうちのお袋がね、ペット、とか猫ちゃんをすごい飼ってるので、電気すげえ食うんですよ。で、自分では、僕もパソコン使ってるから、人のこと言えないですけど、で、パソコンよりね、多分ね、暖房の器具24時間つけてるので、それはね、きついですね。はい。なんとも言えないですけどね。はい。皆さんとこ、月々とか、どっかガス会社変えたとか、電気会社変えたとかしてますか？どうですかね？でちなみに、こちらの資料の方が東京ガスとかだと、この東京ガスのプランで言うと、あれですね。年間、この、戸建てで3人で使ってて、40アンペアのバツで年間4700。これ、本当に、深夜で使っている方とか、いろいろプランで全然違うのでね、電気料金って。ほんと違いますよね。
はい。あと、関西の方だったら、関西電力の納得パックっていうのも、関西電力でもやってるみたいですね。月々1万円ぐらい違うということですね。他には、こちらにも書いてありますけど、関東の方だったら、東京電力のエナジーパートナーっていうところ、それから東京ガスさんっていうところが、やっぱりいいみたい。それから関西の方は、大阪ガス、関電ガスあたりの、プランもいいということです。ここに書いてないですけど、他の電力会社とか、あと、いろいろ参入してますよね。携帯会社も参入、au とかも参入してますよね。はい。特に皆さん変えてないかな？ここら辺の、電気会社は。ぜひね、もし変えてない方とかいたら、エネチャージとかで本当に簡単に変えられるので、はい。比較をして、明細表を見て、電気会社プッと変わるだけで全然手間かかんないです。ネットでやれば、ほんと簡単です。ただ、めんどくさい、引き落としとかの関係がめんどくさいと思うかもしれないですけど、ほんと、年間で1万円とか変わってきますのでね。東電の夜間21から9時まで安いプラン。うん。このプランだと変えられなかったです。あ、そうなんですね。でも、お花さんさすが、ちょっと比較したりとかね、されたんですね。そうですね。でもきっと使っている時間帯によってとかも全然ね、変わってきますもんね。うちも深夜電気温水器とかは、そのままなんですよ。夜中、なんていうの、深夜電気温水器使っているので、安いのかなと思って、それは中部電力のまんまなんですね。一般で使っているものだけを変えてしまったっていう、変えたんですけどね。はい。な感じですね。はい。じゃあ、最後ですね。今日は、これ最後ですね。水道光熱費ですね。はい。もうせこいかもしれないですけど、考えてもらいたいものですね。じゃあ皆さんこの表を見てくださいね。無意識でも節約できるテクニックっていうことで、これ後で読んできますんで、ちょっとこれ見てください。見えますかね？ちょっと読みますね。水道光熱費はいくらぐらい節約できるかっていうことですね。水道光熱費の基本料金は固定費ですけど、使った分だけかかる重量部分は変動費です。とはいえ、普段から無意識のうちに無駄遣いしている部分があるならば、それだけなくすのでも十分節約になります。例えば、電化製品の待機電力。これちょっと頭痛いな。パソコン結構待機電力。でも、計算したのはノートパソコン1台10円って書いてあって、僕ノートパソコンは自分で言い訳するわけじゃないですけど、液晶の明かりを一番、暗くしています。で、ライブの時にはこれ暗くならないので、自分が見てるモニターは暗くして電気料金をちょっと下げている。大した工夫じゃないかもしれないですけどね。はい。で、待機電力をなるべくなくすことで6000以上の節約になることは知らないのではないでしょうか。買わない電化製品のプラグは抜いておきましょう。頭痛いですね。また、家の中でも、水を使うお風呂のシャワーも、節水シャワーのヘッドを変えるだけで年間5000円から1万円節約ができます。それから、暖房、冷房、冷蔵庫の設定温度も見直しましょう。設定温度を弱くするだけでも数千円の効果が期待できます。意外なところでは、食器洗い乾燥機。手洗いより水の使用量が抑えられるため、年間で8800円で節約ができるだけでなく、食器洗いの手間もなくせます。ちょっと僕も頭痛いとこありますね。はい。ちょっとここ、無意識でも節約できる水道光熱費節約テクニックということでちょっと読んできますね。上から。まずですね、シャワーヘッドを節水シャワーヘッドに取り替える。
これいいかもしんないですよね。はい。最近僕サウナ行っちゃってて、なかなか、シャワー使うことが少なくなっちゃったんですけども、でも、うちでも使ってるはずなので、これは検討してもいいかもしれません。蛇口を節水コマに取り付ける。あ、これは、変えてますね。はい。次。食器洗い乾燥機を使う。食器洗い乾燥機って使ってらっしゃいますか？皆さんは。うちはちょっと使ってないですね。お風呂は追い焚きしない。うわ。最近僕はお風呂入ってないですね。お風呂以外にお金かかるのかな？使ってない電化製品のプラグを抜く。待機電力をなくす。年間で6000円ぐらい違うんですね。電気カーペットの設定を低めにする。5020円。洗い物はまとめ洗いする。3980円。シャワーは流したままにしない。まあそうですね。3300円。電気ポットで保温しない。あ、電気ポットで保温しない。で、2900円違うんですね。あ、これ大きいですね。電気をやっぱり。シメディ、食器洗い乾燥機はキッチンに埋め込んでます。ほう！あ！システムキッチンみたいなとこに入ってるやつかな？すごいですね。そうかそうか。なるほど。しめじさんすごいな。この LED ランプ、これ大きいですね。2430円で、これもうどんどん変えていった方がいいと思いますね。思いました、これは。うちも、僕の部屋はもう LED に変えたんですけど、はい。明るさもいいし、これ、最初高いですけど、絶対元取れるなと思いました。電気カーペットありますね。やっぱこの時期からこの意識大切ですね。広さに合った大きさに変えるだけでも違うと。2400円違います。冷蔵庫の設定温度。これも今の時期だったら、ね、弱でもいいですもんね。はい。思いました、これも。ちょっと変わるだけで。お湯で食器を洗うときは低温に設定する。1580円。まあ、そうですね。エアコンの冬の暖房の室温は20度に設定する？ 20 度？大丈夫なんですか？俺車でいつもエアコン入れると、プリウスだからか知んないですけど、25度ぐらいじゃないと全然温まらないっす。あ、ちなみにもう、今日僕セラミックヒーター買っちゃったので、エアコンは今年もう使わないと思います。セラミックヒーターだけで十分ですね。すごいですね、ほんとセラミックヒーターは。はい。思いました。炊飯器で保温しない。なるほど。冷蔵庫の壁の間に、適度なスペースを空ける。あ、それでも違うんですね。冷蔵庫に物を詰めすぎない。あ、これ確かに思います。ちょっと変わるかもしれないです。野菜は茹でずに電子レンジで下ごしらえする。あ！なるほど。エアコンのフィルターを月に、もうこれもそうですね。1回か2回そうです。めんどくさー。でもまあそうですね。はい。エアコンの、これは言いますね。夏の冷房時の室温は28度にする。でもあんま変わんないんですね。冬の方が効果が大きいんですね。はい。テレビの画面の明るさは明るすぎないようにする。でも、テレビの明るさあんまり年間でも730円しか変わんないんだ。なるほど。ガスコンロは炎は鍋底からはみ出さないようにする。最後面白いな、これ。なるほどね。ガスをはみ出さないようにするんですね。はい。ということで、こんだけ細かいかもしれない。これ上から見ていくと効果がありそうなのは、お風呂関係ですね。あと、お湯とかそういうの出す時の注意。あと、カーペット。
このあたりですね。シャワーヘッドだけで一番大きいですね。シャワーヘッドと水回りを工夫するっていうのも大きいみたいですね。はい。ということで、今日はまあこういう節約のテクニックということで削減できること、携帯代、電気代、それから水道光熱費っていうところで、まあ細かいですけど、トレーダーがこんな話していいのかよって感じですけど、でもお金の勉強なので、こういったお金大全、すごくこういうとこいいなと思います。またね、トレーダーですけど、こういう話もね、どんどんしていきたいなと僕は思っていきます。はい。また、じゃあ、木曜日いろいろトレードの話とかもね、していきながら、今日株価チャートの方全然お話ができなかったので、またこれもお話ししていきたいなと思っております。あ、水曜日、祝日なので、もしかすると TikTok ライブやるかもしれません。またブログの方にね、TikTok の方流すかもしれませんけどね。よかったら、適当に車で運転してますのでね、見に来てください。行けたら行きます。はい。また、YouTube は木曜日のね、夜23時からやりたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい。今日はどうもありがとうございました。じゃ、失礼いたします。お花、お疲れ様でした。